朝乾燥しすぎて喉痛。この時期になると寝室でエアコンをつけると加湿してても喉痛いし、逆に消すと顔が冷たくてカッサカサ、鼻水ズルズルなんてことはありませんか？本動画はそんな方の救世主となるかもしれない暖房機のご紹介です。それは快適と噂されるオイルレスヒーターです。個人的には寝室にこそ使ってみてほしい暖房機だと思っています。エアコンと比べてどうなのとか、電気代はお高いんでしょとか、気になる点にも余すことなく触れていきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。ちなみに案件ではありません。勝手にやってます。はじめにオイルレスヒーターの特徴について簡単に触れておきます。まずオイルレスヒーターは万能ではなく、どちらかというと癖のある暖房機です。それゆえ買っても全然温まらなかったという話もよく聞きます。オイルレスヒーターは内蔵ヒーターを温め、表面放熱板に熱伝導、風を出すことなく輻射と自然対流で空気だけではなく壁や天井に熱を伝えていき、部屋全体をムラなく温めていきます。よく比較に上がるオイルヒーターは温める原理こそ同じですが、あちらは内部のオイルを温めますので、オイルレスヒーターの方が速暖性に優れています。メリットとしては、そのじんわりと温めることによる日向のような優しい暖かさで、加えてファンレスなためとても静か、埃を舞い上げることがないためアレルギー対策にも有効です。電気ストーブなどと比較しても表面温度は低めなので安全性が高く、子供やペットが少し触れた程度ではやけどになりにくいのも嬉しいポイントです。それから温風を出すエアコンと比較して乾燥しづらいです。しかし室温上昇に伴い湿度は低下しているので、あくまでエアコンよりはマシ程度に捉え、必要があれば加湿をした方がいいでしょう。それからキャスター付きであることが多いので、設置場所も柔軟に変更できます。熱の逃げやすい窓際や壁際に設置すれば、外からの冷気の侵入をしっかりカットすることができるでしょう。一方デメリットは何といっても環境を選ぶことです。断熱性、気密性の低い住宅には不向きで、低気密住宅や極寒地での使用は難しいでしょう。またすぐに温風が出てくる他の暖房機と比べて温めるのに時間がかかるため、速暖性も弱いです。それから電気代もエアコンより高くつきます。以上がデメリットです。使い方としては、暖房能力が足りていればリビングに設置してもいいですが、個人的には寝室や子供部屋が適していると感じており、特に寝室は今回とても快適に過ごせたので、そのレポートをしていきます。さて、前置きはこのくらいにして、早速実機のレビューをしていきましょう。まずは外観。今回使うオイルレスヒーターは2022年のデロンギ製で、色は白と黒のツートーン。デザインはなかなかおしゃれです。キャスター付きで持ち運びも簡単にできます。本体のボタンで操作することもできますが、本モデルは Wi-Fi に対応したモデルなので、アプリ上でも操作できます。アプリ上では設定温度をはじめ、運転モードや電力レベルなどを設定できます。電力レベルは最大消費電力の目安を決めることができ、電気代が気になる方はここで調整しておくと良いです。決して使い勝手がいいとは言えないアプリですが、必要最低限の操作はできるでしょう。なお、設定するとピピッと音がします。このモデルでは操作音をオフとすることはできませんが、最近のモデルでは本体の時計ボタンとクリックノブを同時長押しすることで操作音をオフとすることができるようです。電源オンからの表面温度推移はこの通り。温まるまではだいたい20分くらいでしょうか。表面温度は約50度。これならちょっと触っただけではやけどとならず、
安全と言えるでしょう。情報からも自然対流による熱が出ているようで暖かい空気を感じます。さて、これを早速寝室に持って行ってみましょう。こんな風に寝室にセットしてみました。設定温度は21度、電力レベルは2です。この大日の加湿器も一緒につけて早速寝てみました。暖房効果をサーモカメラで見てみましょう。するとこのようにオイルレスヒーターを中心に温まってます。なるほど、これは確かに謳い文句でもあった壁、それから天井付近に至るまで熱が伝わっていることがわかりますね。じわーっと部屋を囲むように温めていっています。ログの取れる温湿度計を横になった際、顔に近い高さである床に置いたところ、温湿度推移はこのようになりました。横軸が時間、上の縦軸が温度、下が湿度です。室温は18度程度まで上昇しましたが、湿度は 46% をキープ。快適な安眠環境を作り出せていると言えそうです。ただ、電力レベルを2に設定したからか、日向のような暖かさという表現はいささか誇張に感じるでしょうか。一方、エアコンも同様に設定温度21度、風量は自動設定で同じように測定してみました。サーモ映像はこんな感じ。オイルレスヒーターの時とは違い、壁、天井が温まることはなく、全体的に均一という感じでしょうか。温風により部屋全体を温めていることがわかります。温湿度推移はオイルレスヒーターより急激に温まり、その後制御。こちらも最終的には18度付近まで上昇しました。湿度も少しガタガタしていますが、下がることなく 47% まで上がっています。意外にも数値上はこちらも快適な空間を作れています。では、なぜエアコンは乾燥するのでしょうか。それはエアコンの温風によるもので、長時間その風に当たり続けると乾燥してしまうからです。実際に乾燥に敏感な方や喉がすぐ痛くなる方は、同じ空間を生み出したとしてもエアコンの方が乾燥しているように感じるでしょう。オイルレスヒーターはこのように乾燥に敏感な方にこそマッチする暖房機であると思います。気になる電気代はこの動画ではおなじみ、ログ機能付きのワットチェッカーを用いて測定。オイルレスヒーターの消費電力はリアルタイムで変動しますが、およそ600ワット弱。夜9時間運転させて120円。1ヶ月で3600円前後でしょうか。一方、エアコンの方もリアルタイムで変動しますが、一晩で70円。ほぼ半額となりました。オイルレスヒーターを使うのは冬の3ヶ月くらいかと思いますが、快適を取るか電気代を取るかということになりそうです。なお、シャチパンは今回この本体を購入したわけではなく、家電をレンタルでお試しできるレンティオを利用しました。本体代は約5から6万円と高額ですが、今回これを3ヶ月借用ということで1万7000円でした。本家電に限らず、ちょっと気になった家電なんかはこんな風に簡単に試せますので嬉しい限りですね。3月まで借りているので、もし何か使用感などでご質問があれば遠慮なくコメントで聞いてくださいね。答えられる範囲で答えます。まとめ。さて、オイルレスヒーターのレビューいかがだったでしょうか。電気代はエアコンに比べてやはりかかりますが、代わりに快適な空間が得られることが最大の特徴かなと思います。今、冬場の喉の痛みや肌の乾燥に悩まれている方、それから寝るときに乾燥に怯え暖房がつけられない方、寝相の悪い小さなお子様がいて、いつも鼻水ずるずるで万年風邪をひいている方などに強くお勧めできるかと思います。逆に低気密な住宅ではパワー不足、現在エアコンで満足しているという方には電気代が気になってきてしまうと思われるので、ちょっとお勧めできないかなと感じました。個人的にはやはり寝室でのご利用を推したいところです。
本機をお持ちの方でご意見や使用感などございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。以上、シャチパンの気になる家電を使ってみる動画でした。次回は炊飯器でも借りてみよっかな。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。